こんにちは、ソニック研究員の KT です。今回は1998年発売のソニックアドベンチャーに登場する敵キャラカオスとの戦いをまとめてきたので、一緒に振り返っていきましょう。カオスは今作でソニックたちの前に立ちはだかる謎の液状生命体です。ゲーム中で何度も戦うことになるんですが、このカオスはカオスエメラルドを吸収することで姿が変わりパワーアップするんですね。そのためいろいろな形態のカオスと戦うことになるんですが、このだんだんと進化していく設定が子供心に刺さりまくって大好きだったので、今回その懐かしさを求めてこの動画を作ることにしました。なおこれ以外にもソニックアドベンチャー関連の動画をいくつか投稿しているので、もしよければそちらもご覧いただけると嬉しいです。またこのチャンネルでは他にもソニックのゲームやキャラクター紹介、ランキング動画や最新ゲームのレビューなどを投稿していますので、動画が気に入っていただけましたらぜひチャンネル登録をお願いします。それでは早速スタートです。まずはカオスゼロ。まだカオスエメラルドを一つも吸収していない状態です。人型の見た目をしており、身長はソニックと同じくらい。夜のステーションスクエアに突如として現れ、ソニックと戦うことになります。カオスの弱点は基本的に頭部です。よく見ると脳みそのようなものがあるので初見でも分かりやすいですね。カオスゼロの場合は3回攻撃を当てれば倒すことができます。カオスの方はというと基本的に腕を伸ばして攻撃してきます。ですが動きが遅いので、動き回っていれば避けるのは簡単です。攻撃後は大きな隙ができるので、その間に攻撃しましょう。ゲームの一番最初なだけあって難易度は低く、負けることはほぼありません。ソニックの操作に慣れるためのチュートリアル的な位置づけですね。とこのように決して苦戦する相手ではないんですが、それは一旦置いといて、このカオスのデザインかっこいいですよね。水の綺麗さだったりかっこよさだったり、本気出したらヤバいんじゃないかという得体の知れない不気味さなんかもよく現れてると思います。ちなみに後の作品にカオスが登場する際はこのカオスゼロの姿をしていることが多いので、カオスといえばこの姿が思い浮かびますよね。特に2017年に発売したソニックフォースでは水の表現が格段に進化したカオスが見られて、とても感動した覚えがあります。そんなカオスがこれからどのように進化していくのか、続いての姿を見ていきましょう。いいぞカオス。続いてはカオス2。カオスエメラルドを2つ取り込んだ姿です。両腕が発達し、頭部の形状も変化しています。体格もかなり大きくなってますね。ちなみにこの1つ前にカオス1という姿にもなっているんですが、カオス1はムービーのみの登場で戦闘はありません。カオス1の時から体格は大きくなっていましたが、腕は片方のみが巨大化しています。カオスエメラルドが設置された部位が特に進化しているようですね。ちょっと脱線しましたが、カオス2の話に戻りましょう。カオス2と戦うのはナックルズです。相変わらず頭部が弱点ですが、カオスゼロの時とは違い、攻撃しようとすると腕でガードしてきます。そのためカオスが攻撃した後の隙を捉えて攻撃しなければなりません。カオス2の攻撃パターンは4つ。大きな水球になって突進してくるボール&波動攻撃、液状になって大きな水たまりを作る液状化攻撃、そして腕を伸ばして攻撃してくるパンチと、小さな水球に分かれて襲ってくる分裂攻撃です。特にパンチ攻撃の後に大きな隙ができるので、パンチを繰り出してきたらダメージを与えるチャンスです。4回ダメージを与えれば倒すことができます。カオス2はフィールドが狭いことやダメージを与える方法が分かりづらいことで地味に苦労しますね。攻撃もかなり正確に狙ってくるので、なかなかうまく避けられないといった場合はダメージ覚悟で特攻するのも手です。僕もしばらくそうしていました。また練習した。世話しないやつだぜ。カオス2の次は3をスキップして一気にカオス4に進化します。というのもエッグマンから2つのカオスエメラルドを同時に与えられるからです。そのためカオス3は戦わないどころかどのような姿かもわからないんですよね。せめて姿だけでも見たかったものですが、ないものはしょうがないので気を取り直してカオス4の解説に移りたいと思います。カオス4は人型から一気に見た目が変わり、魚のような姿をしています。戦うのはソニック、テイルス、ナックルズの3人で、戦いの舞台は池なのでソニックたちは池に浮いた葉っぱを伝いながら戦うことになります。ただ葉っぱから落ちてもすぐ沈むわけではなくて、ジャンプで移動すれば簡単に近くの葉っぱへ復帰できるので、さして難しくはありません。ハウスの弱点は今回も頭部ですが、通常時は池に潜っているので攻撃が届きません。時折水面に顔を出すので、そのチャンスを逃さず攻撃を加えましょう。ソニックはホーミングアタック、テイルスとナックルズはプロペラ飛行や滑空状態で体当たりをすればダメージを与えることができます。テイルスは4回、ソニックとナックルズは5回攻撃すれば撃破です。
カオス4の攻撃は尻尾を振って扇状のビームを飛ばしてくる攻撃、水柱を立て葉っぱを沈める攻撃、腕を振り回してくる触手攻撃、4つの水球に分かれて飛びかかってくる分裂攻撃の4種類ですが、スピードが遅かったり離れていれば当たらない攻撃ばかりなので、不用意に近づかなければ簡単に避けられます。またカオスが水面に顔を出したタイミングですが、この時は特に何かしてくるわけではない上に、そこそこの間水面にとどまってくれるので攻撃も当てやすいです。そのため割と簡単に倒すことができます。ソニックのゲームに限らず水系の敵は苦労しがちなんですけど、このカオス4は珍しく倒しやすいです。一方で見た目が人型じゃなくなったことや、ソニック編、テイルズ編、ナックルズ編と3回も戦ったことでかなり印象に残っているボスでもありますね。また遊んでやるぜ。続いてカオス6。今回も同時に2つのカオスエメラルドを与えられるため5を飛ばして一気に6になります。このカオス6は初めて見た時のインパクトがすごかったですね。その姿はもはや動物ですらなく化け物のような見た目になっています。何も言わなくともこれ以上進化させたらとんでもないことになるということがひしひしと伝わってくるビジュアルです。そんなカオス6と戦うのはソニック、ナックルズ、ビッグの3人ですが、ビッグだけは少し特殊な戦闘方法になっています。ビッグの目的はカオスを倒すことではなく、カオスに取り込まれたカエルくんを救い出すこと。そのためカエルくんにルアーを投げることができればクリアです。カオスの攻撃も激しくない上に一発当てればクリアなので一見簡単そうなんですが、カオスとの距離感が地味に難しいですね。カオスから遠すぎるとターゲットが表示されないんですけど、かといって近づきすぎると攻撃されてしまうので、ターゲットが現れたらすぐに狙いを定めてルアーを投げる必要があります。一方でソニックとナックルズは通常の戦闘ですが、これまで通り頭部を攻撃してもダメージを与えることができません。カオス6にダメージを与えるにはまず周りに浮いている小型メカを攻撃し地面に落とします。ちなみにこの時小型メカが放つ冷気に触れると凍ってしまいしばらく動けなくなるので注意しましょう。無事に小型メカを落とせたらそれを持ってカオスに投げる、もしくはカオスが自ら小型メカを吸い込むとカオスが凍りつくので、このタイミングで攻撃すればダメージを与えることができます。今回も4回ダメージを与えれば倒せますが、これまでと違って1回ダメージを与えるのも一苦労です。小型メカを投げようとしたらそのまま吸い込まれるなんてこともよくあります。一方カオス側の攻撃は大きく口を開けて吸い込もうとしてくる吸引攻撃、ジャンプして衝撃波を放つ攻撃、体から無数の触手を伸ばした後大きな尻尾を叩きつけてくる触手攻撃の3種類。これまでと違って大きな隙もありません。またナックルズ編では一部の足場にダメージ判定があるなど他の2人より難しくなっています。ゲーム終盤に戦うだけあってかなりの強敵です。ラストは全てのカオスエメラルドを吸収した姿、パーフェクトカオス。巨大なドラゴンのような姿になりステーションスクエアを一瞬で壊滅させるほどの力を持っています。このパーフェクトカオスが今作のラスボスなんですが、その強大な力を具現化したような姿、まさにラスボスと呼ぶにふさわしい出立ちですよね。そんなパーフェクトカオスと相対するはこちらもカオスエメラルドの力で変身したスーパーソニック。このラスボス戦は他とは違うルールになっていて、持っているリングが時間とともに減っていきます。0枚になると変身が解けてミスになるので、時折リングを回収しつつなるべくスピーディーに倒さなくてはなりません。攻撃方法は水面を駆け抜けてパーフェクトカオスに突っ込むというもの。この時十分なスピードがあれば突っ込んだ勢いで体内を上昇し弱点の頭部へ攻撃することができます。青白い光をまとった状態で突っ込めば確実に頭部まで行けるので、ダッシュパネルなどを利用してなるべくこの状態をキープしましょう。逆にスピードが足りないと頭部まで届かず途中でカオスの体内から放り出されてしまいます。3回ダメージを与えると第2形態になり、第2形態で再度3回ダメージを与えればクリアです。一方パーフェクトカオスの攻撃は口から巨大なレーザー波を放つブレス攻撃、体から無数のビームを打ってくる攻撃、巨大な竜巻を発生させる竜巻攻撃です。スーパーソニックは無敵なので攻撃されてもダメージは受けないんですが、その代わりソニックが止まってしまいます。パーフェクトカオスにダメージを与えるにはある程度のスピードで突っ込まないといけないので、途中で止められてしまうのは死活問題なんですね。カオスの直前で食らうともう絶望的です。もちろん攻撃を受けるためにスピードを落とすというわけにもいかないので、高速状態を保ったまま攻撃を避けるというシンプルに難しいことを要求されます。特に第2形態になった後は攻撃が激しくなるのでかなりの難易度ですね。ラスボス戦ということでしっかりやりごたえのある戦闘になっています。へがいまた遊ん
ご視聴ありがとうございました。カオスについて個人的にいいなと思っているのは、進化するたびにどんどんモンスターに近づいていることなんですよね。毎回ここでやめないとヤバそうという感覚に襲われます。またカオスががっつり関わってくるゲーム作ってほしいですね。ソニックフォースで出てきましたが、もう一声って感じです。そしてそうなったらぜひカオス3と5の姿を見せてほしいです。正直望み薄ですが、可能性はゼロではないと思うんで、気長に待ちたいと思います。といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録や高評価、またたくさんのコメントもぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。